ぱシンプルイズベスト。仕事飽きた時にプシュッとかできるロマンみたいなのも溢れたものになってたり、寝ながらとかもいいですよね。あれちょっと憧れたよ。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。本日のお客様です。コンセプトアーティストのジンと申します。前職プラチナゲームズなどでプラチナゲームズプラチナゲームズズですね。ズですねね、シャイモンナチュラルに間違えてたからね。セレッサと迷子の悪魔などのコンシューマータイトルでいろいろコンセプトアーティストを書いてみました。はい、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゲームデザイナーの長谷川です。僕も前職プラチナゲームズでバビロンズフォールだったり、その後某トリプル A タイトルだったり関わっていました。某ね。某です。お願いします。お願いします。じゃあもう早速ジンさんの方からなんか今ハマってるもの何かありますか？今ピンポイントってわけじゃないんですけど、ずっといろいろ試し続けてるものがありまして、これまたなんか出す系。また出す系っていうか、これを忘れてジン君取り行ったね今日。ちょっと疲れてますね。なんかそうスラックでさ、なんか忘れ物したんで取りに行きますって、なんかそんな大事なものあるかと思って。まあみんなよく使ってるマウス仕事道具。仕事道具マウスなんですけど、いわゆるゲーミングマウスってやつですね。で僕左利きで、左利きでもマウス右に使ってる人多いんですけど、左利きで左手でマウス使う人なんですよ。ってなると何が問題になるかっていうと、こういう機能性のマウスってこうサイドボタンがついてるんですよね。で基本右利き設計になってるんですよ。だから僕こう持つからこっちの親指とボタンを押さなきゃいけないのに、こっちにボタンなくてこっちにしかありませんっていうパターンがあって、結構こういうガジェット系好きなんですけど、結構選択肢が狭まれるから、なるほど、不便や。そうあれこれを試したり買ったりみたいなことをいろいろやっててすごい。これもメカメカしいやつが。変形しそうな。でもじゃあそれとか左利き用のマウスだよねこれなんか。そうです。これはレアもんなんですよ。本当だ、すごい。っていうのをちょっと一つ一つ軽く紹介しようかなって思いました。なるほど。左利きの人って人知れず結構苦労してるよね。ですよね。ハサミとか改札とかもね。絶対右側ですもんね。あとなんかご飯なんか友人と食べに行ったりしても絶対その腕がぶつかるんですそうよね。なんです。座り位置座り位置こっちにしようってしないとね。言われますね。俺もだから左利きの友達多いからちょっと君こっちだからぶつかるんでそういう感じでさすがってなるからちょっと番外編なんですけど、こういったすごい、どんどん変なデバイスとかちょっとすげえ。電池むき出しなのこれ。これは後で説明するんですけど自作なんですよ。自作？すげえっていう感じでこれ一番今スタンダードに使ってちょっと汚くて申し訳ないんですけどスタンダードなレーザーさんのゲーミングマウスなんですけど、普通にこういうシンメトリーデザインっつって、左右対称のデザインになってるんですよ。だから普通に使いやすくて、結構いろんなことを試したけどやっぱシンプルイズベストっていう感じで今も愛用してるっていうデバイスです。それも、左手の親指の位置にボタンあるの？そうです。ボタンが2個あって、これが左右対称であるから向こうにもあるんだ。こっちでも使えるし、好きな方を使える、好きな方を使えるっていうタイプです。基本左利き専用のゲーミングマウスっていうのがあんまり出回らないんで、そもそもとして聞いたことない。だから基本使うデバイスはこういうシンメトリー系のデザインに限られることが多いですね。プロゲーマーの左利きでキーマン派の人はどうするんだろう？
左利きの人はプロゲーマーになりづらいんじゃないですか。すごい知らないけど。デバイスがね結構選択肢が狭まっちゃうよね自然に。そうですね。わかんないですけどキーアサインめっちゃ変えるんじゃないですか。そのキーボード側の。確かにそうですよね。まあまあそうですね。いやでももうそのマウス自体がなかったらさ。まあそうですね。それは結構こういうシンメトリーっていうのはまあ左利きも右利きも使えるよっていうある種無難な一つの形。実際このレイザーさんとかあと有名なところでロジクールさんってそういうゲーミングデバイスっていうところでいろいろ出してる会社で、基本的にその右手専用のメジャーなやつもあればこういうシンメトリーデザインをたくさん出してくれてる。それもシンメトリーなの？こっちらはもうちょっと高いモデルでこれが取り外せるんですよ。でボタンとかも取り外せて、すごい。だから基本どっちにも構成できて、使わないボタンはこういう感じで蓋しちゃって不格好にならないっていうか。これでもすごいよねこのデザイン。これゴツッとしてますよね。これバットモービルじゃないのこれ。かっこいいですよね。ヒーローが使うやつ。仕事飽きた時にフシュッとかできる。結構デザインだけでもそうし、これもこういう基本ゲーミングマウスですからもちろんつなげたら光るんですよ。ここの G のロゴマークとかここのラインにちゃんと光が入ってパソコン上のソフトウェアでどんな感じの光り方にするのか、クリックしたら光るとか今スピーカーで再生してる音に合わせて光らせるとか。もうやばい仕事中に遊べるじゃん。そうですね。これは充電したら充電した色に光るみたいなそういう条件付けもできたりするんで、なんかちょっとしたそういう遊びができちゃいますね。俺話したっけ小学校の時授業中に先生にさほら実色ボールペンみたいなやつあったじゃん。あれ先生に取り上げられた事件があってさ家族で温泉旅行行った時になんかね30色ボールペンみたいなめちゃめちゃぶっといやつが売ってる、それ買ったんだよね。授業中ねもう俺の脳内ではもうこれがもう宇宙戦艦ヤマトでこうめっちゃこのパース効いたビジュアルで見たいからこうやって片目でドシュッとかって俺カメラでめっちゃパース効いてみるのにドシュッとかやってたら「神が」って言って取り上げられたっていうね。授業中にやってたんですか？授業中にそれは取り上げられますね。すいません。はい、まあでも結構こういうのってそういうロマンみたいなのが溢れたものになってたり。これ最初に2014年に海外で、僕みたいに左利き用のマウス出してほしいっていう要望に応えてレーザーさんが発売してくれた、左利き専用のレーザーナガーの左利き版っていうデバイスなんですよね。2000何年？2014年ですね。でも10年前。そうですね。で当時だよね、だってケーブルついてるもんね。そうですね。これがナガシリーズっつって、これはちゃんと今は右利き用は無線版だったり、これが取り替えできるもっといいバージョンが出てるんですけど、これが出た当時の最新のバージョンのやつってことでこれが出て、それ以降は出てないんですよね。これはサイドにボタンがこうどこどこついてて、いわゆるなんかオンラインゲームとかたくさんスキル使わなきゃいけないのをこうやってショートカットで使い分けてやるっていう感じのボタンがたくさんついてる。それも若干ちょっとスーパーカーみたいなルックしてるよね。ランボルギーニガヤルドっぽいもんだって。で向こうから2番目のやつはアベンタドールっぽいんだよね。そうですね。なんかこれとかはここになんかグリルみたいなのがついてたりするから、それがねガヤルドっぽいんですよ。ちょっとかっこいいですよね。ドゥッとかするねこれ。ジンクが。あーってジンさんがそれやってたんですか？ジンクも早く帰った方がいいね。今日は帰んなって。それはトラックボールだよね。そうですね。これはいわゆるトラックボールタイプで持てるんだ。そう持てるタイプ。ちょっと今日持ってこれてないんですけど、トラックボールも基本こういうマウスタイプで親指で回すやつじゃないですか。それもちょっとエレコンさんの左右反転のトラックボールさんもあって、それもちょっと持ってるんですけど、ちょっと今日は持ってこれなくて、代わりじゃないけどちょっとこれはリモコンタイプのトラックボール付きのマウス
です。これは何に使ってるの？これはパソコンをテレビに映してソファーとかでこうして。ああ、そういうことか。仕事とかじゃなくて、仕事とかじゃなくて、ゲームとかじゃなくて、ちょっと机から離れたところでパソコン操作したいときにって感じで、これをちょっと別のテーブルの上にポンって置いといて、ポンって取って。これ寝ながらとかもいいですよね。ベッドとか寝ながら上にタブレットとか置いてたら、漫画読んだりとかできてる。これは Bluetooth 兼用なんで iPad とかにもつなげて、iPad をちょっとぶら下げといて、そこをすげえケーっとしながら使ってたりしますね。これも結構ボタンが豊富で、普通に左クリック右クリック以外にコントローラーみたいなこういうマルチメディアボタン、いわゆる次のトラックとか音量とかホイールもちゃんとついてるし、左右ボタンもついてるっていう、意外とボタンぎっしりなんですよね。ここからちょっと迷走じゃないんですけど、マウスだけじゃなくてキーボードとマウスを離れたところで操作したいっていうのでいろいろ探して買ってみたのが、ちょっとこういうゲームパッドみたいなのにキーボードとトラックパッドが全部ついてる。トラックパッド？そうです。でちゃんとホイール機能もついてたりっていうところで、こう離れてポチポチ文字打って、これトラックパッドもあって、しかもマルチタッチが機能するんで、右クリックとかホイールとかもできたりするっていう、コントローラー感覚で使えるパッドっていうのをちょっと試してみました。どうなの使い心地は？これがちょっと思ったりちょっと幅があって、親指で基本ポチポチ昔のガラケーとかの感覚で入力できるんだろうなってやったんですけど、若干幅があって指が反対側に届かねえっていうのが出てもうちょっとスリムな形があったらなっていう感じのちょっと残念な。なるほど。僕にはちょっと合わなかったっていう感じの形になっちゃいましたね。これも探した時基本このトラックパッドが真ん中についてるタイプじゃないですか、これも基本的に右利き用のものが多くて、トラックパッドはこっちについてるバージョンが多いんですよね。こっちの親指でやると便利じゃろうっていう。なるほどね。っていうのが僕には合わないから探して左についてるやつはさすがにないんで、真ん中についてるっていうタイプでいろいろ探したらこれっていう感じでっていうものでした。これさ左利きの人でも、ゲームのパッドって方向キーって左側じゃん。あ、そうですね。あれはもう左利き右利きあんま関係ないのかな？そうですよね。もう慣れるしかないですよね。ただパソコンのゲームをやるときって、左利きマウスだから WASD、いわゆる方向キーに当たるのは、その時は右手でやってるんですよ。だからコントローラーでやってる時は左が方角キーでやってるんですけど、キーボードでやる時は僕右で移動操作をやるっていう感じに癖がついちゃって。なるほどね。俺なんか普通に右利きだけど、だから右の方が繊細に動かせると思いきや、普通に慣れちゃってるからゲームなんかは左で、レバー操作してるわけじゃんね。そうですね。でもこう高橋名人みたいに連射するってなるとどうしたってこう利き腕の方が筋力強くねえかと思って。そうですね。あれ左手で連射ってだって重いですよ。できないですね。だから連打とかをするときにはここの方向キーをポッといて左手でこう連打し始める。だから不便なんですよ。昔ゲーセンでさ、ゲームセンターってほら左手でレバーでこっち向かうじゃん。でこれをレバーの持ち方もこのかぶせとか、これ普通基本的なんだけど、あとこのワイン持ちとか。でもねクロスっていう人がたまにいるんだ。これでやってるんで華麗に。多分利き腕が違うんだろうなと思ってこのものを見てて。なんかあれはちょっと憧れたよね。ビートマニアもそれでやってる人多かったですね。確かビートマニアってこっちが鍵盤でこっちがスクラッチじゃなかったでしたっけ？ああ、そうだった気がしますね。だから多分右利きの人も違ったかな。クロスでやってる人もいましたよね。ちなみに僕会社で仕事をするときに基本的に右にキーボードで左にマウスをこう置く人なんですけど、仕事でたまに他の人の席をちょっと借りたりするときってこれが逆だからちょっと失礼しますねって感じでこうありますね。やってるわそれ。やってますね。人生。そうなっちゃうんですよ。なるほど確かに。これをちょっと
直そうと思ったけどどうしても直せなかったからいろいろ試行錯誤をしながら限られた選択肢の中で試行錯誤をしてます。そうだよね。左利きの人でもね、最初にパソコン触れる時にもうそのね通常の配置で慣れちゃえばね、よく左利きの人でも習字はほら筆って右利き用に字ってデザインされてるからさ、だから習字は右ですって人ってたまにいるけど、箸とかも普通に右で持ちますっていう人もいたりしますね。もうジン君はもう完全に全部左派。もう幼少期から直せなかったんで右手で何もできねえみたいな空中にめっちゃ面白い。あれめっちゃいいやん。すげえ。ギライだ。もうすごい。家でこうやってすごい。めっちゃいい。